今日はナスそぼろ丼を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスそぼろ丼を作りたいと思います。はい、ということで今回はナスがたっぷり入ったそぼろ丼を作っていきたいと思います。ナスの切り方とか、あとは炒め方などにポイントがあります。そちらは作りながら説明していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。ではまずはじめにナスそぼろの材料をご紹介します。材料はこちらです。ナス、合いびき肉、片栗粉、ごま油、お水、お醤油、お砂糖、みりん、料理酒。ナスそぼろはこちらの材料で作っていきます。まずナスなんですけれども、今回約 200g のナスを使っていきます。私が今回使うナスは結構小ぶりなので、こちらは3つ分ですね。中ぐらいだと2本分ぐらいでいいかなと思います。そしてひき肉です。こちらは合いびき肉を使っていきます。お好みで豚ひき肉や、あとは鶏ひき肉でも大丈夫です。あとね、ごま油を使っていくんですが、こちらさっぱりと食べたい時はサラダ油などでも OK です。そしてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、小ネギ、卵黄、白ごま。こちらの材料で作っていきます。こちらの小ネギと卵黄と白ごま、これはですね、トッピングに使っていきます。お好みで乗せて召し上がってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめにナスそぼろのタレを作っていきます。こちらにお醤油、お砂糖、みりん、料理酒、そしてお水を加えます。これをお砂糖が溶けるまでしっかりと混ぜてください。はい、お砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。こちらは使うまで置いておきましょう。ナスそぼろのタレの準備はこれで OK です。それでは続いてお野菜を切っていきます。まずトッピングの小ネギから切ります。小ネギは根元の部分を切り落とします。そして切りやすいように半分に切ります。あとは切り口を合わせて切っていきます。はい、トッピングの小ネギの準備はこれで OK です。では続いてナスを切っていきます。ナスのヘタの部分をね、斜めに切り落としていきます。はい、このようにね、ヘタを切り落としてください。続いてナスをしま目向きにしていきます。そうすることで火の通りが良くなって、さらに味も馴染みやすくなります。ではピーラーを使って皮を剥いていきます。こんな感じで剥いたら、だいたい1センチ間隔ぐらいですね。はい、こんな感じで剥いていきます。このようにしてください。そしたらこれをまず半分に切ります。そしてまた半分に切ります。あとはこれをだいたい1センチから2センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、こんな感じ。はい、ナスはこのように切ってください。では残りも同じように切っていきます。はい、ナスの準備はこれで OK です。こんな感じでね、食べやすいサイズに切ってください。それではですね、ナスにこの片栗粉をまぶしていきます。今回のそぼろはね、少しとろみをつけていくんですけれども、このようにね、ナスにコーティングしていただくことで簡単に綺麗なとろみをつけることができます。では全体にね、まぶしましょう。はい、 OK です。それではそぼろを作っていきます。まずフライパンにごま油です。そして火にかけます。火加減中火で30秒ほど油を温めてください。このようにあとは全体にね、油を回しましょう。はい、で30秒経ったらナスを入れていきます。このように全体に広げて、あんまりね、最初は動かさずに焼いていきます。火加減は中火から弱めの中火で調整しながら焼いていってください。はい、で1分ぐらいしたら、あとはね、転がしながら焼いていきます。最初からこのように混ぜてしまうと片栗粉の密着度が悪くなってしまうので、最初はね1分ぐらいそのままにしておいて、その後このように混ぜながら焼いてください。このようにね、ナスにだいたい半分ぐらい火が通ったところで、ちょっとスペースを空けて、ここにひき肉を入れます。そして炒めていきます。ひき肉を切るように炒めていきます。こうやってね、ひき肉の旨味が詰まった油が出てくるので、それをナスに絡めていきます。はい、でこのようにお肉に火が通ったら、最後作っておいたタレを加えます。そしてとろみがつくまで加熱しましょう。火加減ね、中火ぐらいで OK です。
OK です。このようにね、程よいとろみがとろっとつけば OK です。それでは盛り付けていきます。まずご飯の上にそぼろをのせます。はい、そして真ん中の部分を少しへこませて、そして卵黄をのせます。よいしょ。あとは小ネギ、そして仕上げに白ごまをかけます。こんな感じで仕上がりました。はい、これでナスそぼろ丼の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとろみもついて、ナスも柔らかい仕上がりになってます。お好みでね、あとはここに糸唐辛子などを散らしていただいても美味しく召し上がっていただけます。それでは早速いただきたいと思います。では卵黄を潰していただきたいと思います。うわー、美味しそうですね。ではいただきます。ナスもとろっとろです。すっごく美味しいです。そしてこの甘辛い味付けがすごく合います。美味しい。このナスの程よい食感がまたいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスそぼろ丼のポイントです。まず今回ナスの量に関してなんですけれども、私が使ったナスはちょっと小ぶりだったので3本使ってます。グラムで言うと約 200g です。中ぐらいのナスだと2本ぐらいがちょうどいいかなと思います。そしてひき肉ですね。こちらのひき肉は今回合いびき肉を使ってます。このお肉の種類に関しましてはお好みで豚ひき肉あるいは鶏のひき肉などで代用していただいても OK です。そしてナスを切る時なんですけれども、ナスの皮をねしまめ向きにしました。そうすることで火の通りも良くなって、さらに味の馴染みも良くなります。あとね、しまめ向きにしていただくことで仕上がりがしましまになるので見た目も良くなると思います。そしてナスを切り終わったら片栗粉をまぶしてください。今回そぼろ自体にとろみをつけるんですけれども、ナスに片栗粉をまぶしておくことで片栗粉がダマにならず簡単に綺麗なとろみをつけることができます。あとはですね、ナスを焼いていただいて半分ぐらいナスに火が通ったらひき肉を入れて、そしてひき肉の油をナスに絡めながら炒めてください。あとは味付けしてとろみがつけば OK です。そして今回は卵黄、白ごま、小ネギ、こちらをトッピングしました。こちらのトッピングはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスそぼろ丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。